幅ちゃん久しぶりの登場で。久しぶりです。はい、よろしくお願いします。お願いします。練習してましたか？あんまりしてなかったです。してないっていう人は結構やってる人なんですよ。やってましたっていう人はあんまりやってないです。でね、今日幅ちゃんが裏回しの質問があるということで、まあ伺ってみようかなと。僕で分かればいいんですけど、はい。多分すごい初歩的なことだと思うんですけど。いや、それは分かんないですよ。聞いてみないとね。じゃあ早速、その質問を言っていただきましょうかね。はい、じゃあこちらでお願いします。お願いします。はい、幅ちゃんの質問のね、その裏回しって話なんですけど、これはどうですか？これは分かりやすい。分かりやすい。自信満々ですか？いや、そんなことない。当たるかは別なんですけど。別なんだけど、こうすればいいんじゃないかっていうプランは浮かぶと。まあ、とりあえずついてみますかね。外しそう。はい。上手じゃないですか。あ、ちょっとキスしちゃったね。まあでもなんか伸び伸びつけてる感じもするし、まあ悩みながら振ってる感じではないですよね。そうです。で、その今の配置はまあこういう雰囲気ですけど、ご質問の配置っていうのは、今これがこうかね。赤がどこにあるとちょっと気持ち悪いなと思います？その隅にあると分かりやすいんですけど。はいはい、最初のですよね。これはいいんだけど、これがこう浮いて途中にあって、しかもこう直接行きたいなって思うような。なるほど。裏回しにもいくつも種類があって、例えばじゃあこの配置があったとしても、黄色の右から1、2、3で当てるのもあるし、こっちこういって、こっちから当てるのもあるよと。で、幅ちゃんの中では3で取りたいと。ね、単調、違う、長単長で当てたいんだけど、この時に何かが気持ち悪いんでしょ？そうです。なんか急に難しく感じて。急に難しい。はいはい。あんまり当たりやすそうと思えない。なるほど。じゃあ、プラン、ここら辺をつこうとか、こういう厚みでいこうとか、こういう強さでいこうっていうのを、とりあえず今喋るだけ、話すだけやってみますか。頭の中を紹介してもらって。わかんないなーが来ちゃうんでしょ。わかんないなーですけど。まあ、厚み半分ぐらいで、左をひねる。真ん中左ぐらいをついて。高さは真ん中辺なんですね。で、こうバシッといきたいなっていうプラン。多分ね、合ってると思うんですよ。いいと思うんです。で、おそらく、それで当たる時もあるわけじゃないですか。でも、当たらない時もあったり、赤がここにある時とここにある時はなんか絶対違うけど、やることが一緒になっちゃってる。結局これを見ても半分ぐらいでバシッといってっていうのは同じになっちゃってるって話ですよね。そうです。で、まず、幅ちゃんシステムがどうこうじゃないっていう前提でお話をすると、最初ここにあるやつはそんなに嫌いじゃないんですってお話でしたよね。じゃあ仮にこれがここにあったら、これを直接1、2、3で赤に当てるのはどうですか？嫌いですか？嫌いじゃないですか？できるかもって思う。そこまでここにあるやつよりはマシ。ここにあるよりは。っていうことは、まあじゃあこれ一回ついてみましょうかね。これをついてみる。はいはい。なんで外れたかわかりますか？なんで外れたか。もう一回つけるとしたら、もう一回チャンスがあるとしたら、何を工夫すれば良さそうですかね？今のプランは、半分ぐらい、高さは横ぐらいで、左ひねりっていうプランだったと思うんですよ。で、そこの
左ひねりに落とし穴があります。なぜかって言ったら、これ左回りだからそれは右はひねれないですよね。左はひねるんでしょうねと思うんですけど、横と左じゃないですか。で、上じゃダメなんですよね。なような感じがね、上だと、ここが、押しがこうなって、それこそこっちの方に来やすそうな気がするから。で、だから横だって思ってるんですけど、この距離は横をついても遠いから、意外と全身回転になっちゃうんです。で、じゃあ、下つくのっていう話になるじゃないですか。下はさすがに気持ち悪いですよね。そうですね。となると、工夫できるとすれば、あんまりひねらなくていいんじゃないかっていう工夫になっちゃうんですよ。で、初級、サーブを思い出してほしいんですけど、ひねりが多いと長く外れて、ひねりが少ないと短く外れるじゃないですか。それと同じことが起きてて、裏回し、この裏回しが、こっちに外れるのを長くって言いますけど、長く外れちゃうのはひねりが多いからなんです。なので、今の同じセットでいいです。半分ぐらいに当てます。横をつきます。強くつきます。ひねりは少し。はい、どうぞ。もしかしたらひねってないかもぐらい。もう5ミリとか。ちょっとだけ。一応左ですよみたいな。わあ、本当だ。よかったですね。こういうことなんです。だから、実は、裏回しが、この裏回しが、こっちに外れちゃうのは、そのサーブと同じ考え方をすれば、ひねりを減らせばいいんじゃないかにたどり着くんですよ。で、これを考えると、じゃあ、これは、同じ球で、幅ちゃん今ここにあったやつ当たったじゃないですか。はい。ということは、ここにある赤を頭の中で、一応こう線引いてますよね。はい。で、ここにある赤をここに引っ越す。頭の中で。今、ここにあった赤は成功したじゃないですか。はい、なんとなくついて。そんなに細かくやらなくて。で、この赤はここと一緒だって気がつけば、同じようにつけばいいっていう考え方になるし、これがもっとこっちにあったとしますよ。はい。と、これがこうなりますよね。はい。と、ここの赤ってことになると、もっとひねりを減らすんだろうなってことに、ひねれないんじゃないかなみたいな感じになっていけば、ひねります、減らします、ひねりませんみたいな調節の仕方。結局、ついて、黄色の右に当たって入るワンクッション目はあんまり変わんないんですよね、いつも。で、この行き先を変えるのは、いつもひねりの量だけ。ひねりが多いとこっちに来る。少ない少ないっていう、こういう調節をするんですね。これ間違ってもワンクッション目をこことかこことかこことかっていう問題ではないので、これはひねろうかな、ひねり減らそうかな、ひねっちゃダメかな、それを考える。で、本当はここにあるやつの方が優しい。なぜかって言ったら、第3クッションから近いから、こっちにかする、こっちにかするで考えたら、遠きゃ遠いほどこの誤差が大きくなっていっちゃうわけですから、近い方が本当は嬉しいんですよ。そうなんです。なので、例えばじゃあ、こういう先ほどのね、質問にあった中途半端に見えるところにあるやつは、横です、半分ぐらいです、強くつきますから、ひねりの量だけを考える。これはパッと見て、少しはひねった方がいいのかなとか、ひねらなくてもいいんじゃないかだけで当たるようになるんです。じゃあ、これちなみにね、どう思います？ひねるべきかひねらないべきか。ここら辺にある赤なんでしょうね、きっと。さっきよりはひねりを抑えた方が良さそうだなと思ったら、じゃあ、一応ちょっとだけ左ですよで終わりにしてみます。どうぞ。
はい。で、外れる。はい。外れたと。だけど、これ自分で原因が分かってるんですよ。もうちょっとひねってよかったのかになるので、その答えは、なんていうの、出しやすい。外れても、なんで外れたかが分かるから、その、次はもうちょっとひねろうとか、意外とこっち側に錯覚してるなとか、自分なりに手応えがあると思うので、これは、何かを知ったらすぐに1回で当たるようになる球ではなくて、ひねりの量だけで行き先を変えるんだって決めておけば、外れた時はひねりの量が違うし、当たった時はひねりの量が合ってたっていう、それだけの球で実は。これだってもともと遠いから、そもそも絶対に難しいんですよ。だから僕つかないです。でもね、結局裏回しで半分ぐらいに当てていくやつの手玉の行き先っていうのは常にひねりの量だけ。めったにすごく下つくとか出てこない。例えばこれを考え方によってはうんと下をついて普通に左をひねるっていうプランもあると思うんですよ。つまりはワンクッション目を手前に入れれば、ここじゃなくてこっちに入れればひねってもいいよねっていう。で、じゃあそうするとこうなった時とか大変じゃないですか。しかもせっかくなんていうの、手前に入れてひねるぐらいなら、自然な入射角であまりひねらない方が楽だし、この遠い距離下をつくのも大変なのであまりおすすめできなくて、おすすめなのはひねらないとどの辺なのかなと。ちょっとひねるとどのぐらいで、ここまで来ればこれはコーナーにある自分が好きなやつと大体一緒だっていうふうに分けて考えることができるので、アバちゃんの場合はまとめますと、半端に見えるところは半端じゃないところにお引っ越し。ここにあると思って、じゃあこれどれぐらいひねるって考えていただくと答えが出るかなと。練習する、練習の仕方としては、ひねりの量を覚えようねっていう、そういうことになります。なるほど。大丈夫そう？わかりました。わかりました。飲み込みが早い。そうですね。練習していただいて。はい。そんな優しくないと思うんですけどね。でも考え方はそれです。ひねりの量で行き先が違うだけ。はい。今までは何が間違えてたのかが、同点のどれが違うんだろうとか分からなかったので、それだけでいいんだ。そうです、そうです。ひねりの量だけ。なので、逆に言えば正しくひねりをつきたいですよね。だからあんまり右に振ったり左に振ったりはできない感じで、まっすぐつく感じの球なんですけど、練習していけばすぐに勘が芽生えると思うんで。わかりました。やってみます。はい、やってみてください。ありがとうございます。はい、おばちゃん今日裏回しのご質問いただいて、結果的にそのひねりの量で行き先が変わるんだっていうお話で、実はこれって先ほども申し上げましたけど、サーブをついた時に外れた原因の中にはそのひねりの量が違ったせいで外れたりするじゃないですか。で、その裏回しとか何でもそうなんですけど、外れる原因が厚みが違うのか、ひねりが違うのか、強さが違うのかわからないじゃないですか。そうです。はい。それをその厚みとか、じゃあ強さ、ひねりの量、この3つの組み合わせのうち2つを決めることで外れた時の原因が1つに絞れる。今の配置で言えば、強めにつくし、半分ぐらいに当てるし、みたいなのは決まってるわけで、残るはひねりの量だけになる。これは結構練習するとすぐにわかるんですよね。どうですか、やってみて。やることが分かりやすくなったので、すごい練習もしやすいし、外れた時も分かりやすくて。そうですよね。外れた時に原因が分かるっていうのはすごく大事で、自分はこういう勘違いしてるなとか、いつもこっち側に勘違いしやすいみたいな、錯覚してるみたいな感じ。そうですね。それでやってったらすぐね、疑問が、謎が解けたりしやすいかなと思うんで、決めてつくっていうことですよね。分からないなのままつくっていうよりも、このひねりならどうだろう。
まあついてみるかっていうメンタルが一番いいのかなと思いますので、頑張ってください。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。